こんにちは、リンです。この動画では台湾人に愛された日本人、八田与一さんについてご紹介します。1886年、八田与一は石川県の農家に生まれました。そして東京帝大工科大学の土木科を卒業後、日本統治下の台湾に渡り、台湾総督府に勤めました。彼は上下水道の設計や工事をしたり、灌漑事業で米の収穫量を4倍に増やしたりと、台湾の近代化に大きく貢献する仕事をしていました。台湾の華南平野は香川県ほどの大きさがあります。しかし雨季には洪水、乾季には干ばつが起こり、さらに海岸近くには砂に染みた潮のため、作物が育たない荒れた土地でした。そこに住む農民のほとんどは貧しく、将来の生活を悲観していました。与一は川の上流にアジア最大のダムを作ろうと決意しました。水を安定して供給すればこの地を豊かにできる。ダムから水を引き、平野全体に水路を張り巡らせよう。与一は80人の部下を引き連れ、ダムを作る場所の調査を行いました。熱帯の猛暑とマラリアなどの病気と戦い、野山を何度も駆け巡りました。苦心の末、ついに国会で総予算4200万円、期間6年という計画が認められました。1920年、アジア最大の土木工事が始まりました。与一の計画は当時多くの人々に無理だと言われ、八田の大風呂敷と馬鹿にされました。それほどの大事業だったのです。工事では事故が起きたり、関東大震災で予算が不足したりと苦労が絶えませんでした。トンネル工事でガス爆発が起こり、日本人と台湾人を合わせて50名以上の死者が出る大事故があった時のことです。与一は原因究明と遺族へのお見舞いに奔走しました。これで工事は中止に追い込まれる可能性もありました。しかし台湾人は逆に与一を励ましました。八田さんは俺たちの親父のようなものだ。俺たちのために、台湾のために、命がけで働いている親父がいるんだ。俺たちだってへこたれるものか。そして1930年、10年の歳月と5000億円の費用をかけ、ついにダムが完成したのです。こうして華南平野は台湾最大の豊かな土地に生まれ変わりました。そして60万人もの農民は、与一を慕っていつしか華南大衆の父と呼ぶようになりました。地元の人々は与一に彼の銅像を作りたいと申し出ましたが、彼は断りました。自分は一技術者だ。清掃して威厳に満ちた格好は似合わない。それを人々が何とか説き伏せて作ったのがこちらの銅像です。人々はこの銅像をダムでできた湖が見える小高い丘の上に設置しました。1942年、大東亜戦争の最中、与一はフィリピンの灌漑計画の仕事を任され、調査に出発しました。ところがその船がアメリカの潜水艦に沈められてしまったのです。夫を失った妻の豊樹さんは悲しみに耐えていました。しかし日本が戦争に負けた結果、日本人が台湾にいられなくなることを知った豊樹さんは、夫が作ったダムの放水口に身を投じ、後を追いました。戦争中の日本は金属資源が不足しており、あらゆるものが国に提供されました。いつしか与一の銅像もダムのほとりから姿を消していました。しかし1981年、亡くなったはずの銅像が突如姿を現したのです。実は与一への感謝の気持ちを忘れない地元の人々が銅像を隠していたのでした。戦後、中国国民党政府が日本統治時代の痕跡を一掃して台湾を支配しようとした時期も、地元の人々は与一の銅像を隠し続けました。銅像を隠した人は次のように語っています。隠していることが知れたら捕まるかもしれないと反対の声もありました。しかし、華南平野に大変な恩恵をもたらした人だ。技術に国境はないという多くの人の声で銅像は守られました。銅像は
余一の家族がかつて住んでいて空き家になっていた家のベランダに隠されていたのです。地元の人々はこの家の前を通るとき手を合わせて拝んでいたと言われています。そして1981年に再び余一の銅像は元の場所に戻されたのでした。余一夫妻の墓は銅像のすぐ後ろに地元の人々によって建てられました。毎年余一の命日である5月8日は銅像と墓の前で追悼式が開かれています。今回のお話は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。